皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言について解説を行っていきます。この緊急事態宣言というものは、あくまでも日本独自のものだと言えます。なぜならば、欧米などではこれに値するようなもの、例えば非常事態宣言というものがあります。例えば外出禁止令を出すであったり、何々の業種について営業するのを禁止するといったような非常に強い命令を出すことができます。一方、日本におけるこの緊急事態宣言というのは残念ながらほとんどがお願いや要請といったもので、何かを明確に禁止してそれに違反した場合は罰金や逮捕といったものを伴うような強い権限があるものではありません。ですからこの緊急事態宣言が一体どのような意味を持つのかというのを一言で言い表すならば、危機意識というものを日本国民全員で共有するためのものというのが一番の重要な点だと言えます。つまり、なんとなく今までは自粛と言われていたけれど、でもまだまだ自粛の段階なんでしょというような甘えを許さない。これほど非常に事態は切迫しているんですよ。みんなでこの危機感を共有しましょうというのが、この緊急事態宣言の一番の効果だと言えます。というわけで今回のニュースはこちら。緊急事態宣言とともに非常に重要なのが経済対策です。この緊急事態宣言の中においては企業活動を停止しなさいといったようなそうした命令などは含まれていきません。この点なども欧米と大きく違うところですが、企業の中にはこれが集団感染の元になるような業種であるもしくはお店であるといったような指定がされることがあります。それによって大きな打撃を受けるそうしたお店などもあるので、そうしたお店などについての経済的な保障などについても考えていかなければなりません。今回はその関連で雇用調整助成金について少し学んでいきましょう。それではニュースをどうぞ。首相緊急事態宣言へ、新型コロナ感染拡大を受け7日にも発令。新型コロナウイルスの急速な拡大を踏まえ、安倍晋三首相は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令する方針を固めた。複数の政府関係者が6日明らかにした。対象地域は感染者が急増している東京都を含む首都圏や大阪府を軸に調整する。早ければ7日に発令する。東京都の隣接県や大阪府などでも感染者の増加傾向が目立っている。発令によってオーバーシュート、爆発的患者急増で医療体制が機能不全に陥る事態を回避する狙いがある。首相は宣言で都道府県を単位とする区域や期間を示す。対象地域の知事は法的根拠に基づいて住民に対する不要不急の外出自粛や学校や多くの人が集まる娯楽施設の使用停止などを要請することができるようになる。ただ、これらの措置については強制力がなく、応じなかった場合も罰則はない。一方、宣言の発令で知事は医薬品や食品などの売り渡し要請、保管命令を出したり、臨時の医療施設を設置するために土地や建物を所有者の同意なしに使用したりすることが可能となる。従わない場合には罰則が規定される。緊急事態宣言の発令後、集団感染が発生するような業態やもしくはお店などについての営業自粛といったものが求められるわけですが、ここで必要なのがそういった企業に対する補填の問題です。休業補償について、雇用調整助成金。雇用調整助成金とは、経済上の理由で事業活動の制限を余儀なくされた事業者に対し、雇用を維持してもらう目的で、国が休業手当などの一部を助成する制度。事業主が従業員を休業や出向させた場合などに条件に応じて支払われる。それではもう少し詳しく見ていきましょう。広がる一時帰給、雇用調整助成金コロナ特例の要点。政府は新型コロナの感染拡大に伴って4月1日から6月30日までを緊急対応期間として雇用調整助成金の特例措置を拡充しています。具体的な中身を通常の場合と比べた下の表をもとに説明しましょう。対象となる労働者を見てみましょう。通常は雇用保険に6ヶ月以上加入した人ですが、今回の特例では加入期間が6ヶ月未満や非保険者でない人も対象となります。新入社員やパート従業員を休ませても助成金が出るとのことです。パートなど非正規社員は雇用保険に加入していない人が多く、失業しても
雇用保険から給付を受け取ることができません。今回の措置は期限があるものの、正規社員、非正規社員を問わず対象にすることで、セーフティーネットが一定程度強化されたと言えます。助成率は特例では大企業が休業手当額の3分の2、中小企業が5分の4です。従業員全員を雇い続ける場合は、それぞれ4分の3、10分の9にアップしますが、1人当たりの日額は8330円が上限となります。経営状況については、通常は直近3ヶ月の売上高などが前年同期比 10% 以上減少する必要がありますが、特例では直近1ヶ月で 5% 以上減少と大幅に緩和されました。さらに休業などの計画書について、通常は事前に提出する必要があるところを事後提出も認めています。雇用調整助成金は2008年のリーマンショック後の不況対策で活用が増え、2009年度の支給額は約6500億円と、その前年の08年度のほぼ100倍に膨らみました。その後は景気の回復、拡大で利用が減り、2018年度の支給額は20億円になっていました。今回のコロナショックでリーマンショック時を上回る支給額になるのではとの見方も出ています。先週の段階で東京などにおいては感染者の増加というものが見られました。しかし感染者の増加だけが非常に注目すべき点ではなくて、本当に注意しなければならないのは感染経路不明な患者がどれだけ増えているかです。例えばある場所において集団感染が発生した場合、確かに感染者というものは急増するわけですが、それはあくまでも把握できる範囲なので抑え込むことは可能です。一方、感染経路不明というのは一体どこで誰に移されたかさっぱりわからないというものです。この人数が増えるということは把握しきれないような場所で次々と集団感染が起こっているというふうに考えることができます。ですから先週の段階でこの感染経路不明ですという患者さんがどんどん増えた段階で、本来であれば今回のように緊急事態宣言を出す、そのための準備に入りますといったような予告をすることが大事でした。そして東京において感染者数の増加というものが明らかに増えて100人台を連続したときに、本来であれば緊急事態宣言を行うのには非常に良いタイミングだったと思います。そういった意味で今回においても日本政府は後手に回ったとしか表現のしようがありません。これは批判されて当然のことでしょう。ちなみに今回は一体なぜそのように緊急事態宣言を行う前に準備に入りますよというアナウンスがされたかといえば、それは以前の一斉休校についての批判があったからです。以前学校を一斉に休校しますよという発表をした時には、一体なぜそのような重大なことを発表するのに前触れもなかったのだということを批判されました。そのために急に言われても困る。一体なぜそのような影響について考えなかったのだという批判があったわけです。そうした前置きをすることによって明日緊急事態宣言を行うというのをいきなりではなくて事前に分かっているように報道がされているのです。以前北海道においては緊急事態宣言が行われたわけですが、これはあくまでも法律には基づかない北海道独自のお願いでした。しかし今回は法律を根拠をもってして緊急事態宣言が行われます。これ自体は初めてのことです。ですが今回の件で言えば、欧米との違いを最初に説明したように、何も強力な権限を持って皆さんの自由を全て縛るというような内容ではありません。ほとんどがお願いですよ、要請しますよといったものが主であり、日本国民全員で危機意識を高めることがその最大の目的とも言えるでしょう。ですが、緊急事態宣言を出さなければならないような状況になりつつあることだけは確かです。ですから、これを機会に全員が全員行動というものを見直さなくてはいけません。それこそ不要不急の外出を控えましょうといったところに加えて、例えば外に出るにしても、人と人との距離をしっかりと空けましょう。もしくは、そもそも出る機会を少なくするために、買い物などはインターネットで済ませられるものについては、すべてインターネットでまずは済ませることを考えましょうといった具合にして、行動様式そのものを見直す機会になります。ただ、今回の緊急事態宣言について、非常に大きな問題点があります。それは、企業活動を抑えることは、今回の緊急事態宣言の中にその効力やその指示といったものができる要件はありません。ですから、仕事がある皆さんについてはそのまま出勤をしなければなりません。この点について政策を打たなければ感染拡大というものを防ぐことができません。
感染症対策と経済対策、この2つをしっかりと行わなければ、それこそニューヨークのように多くの感染者を出し、医療崩壊を起こし、そして多くの人々が命を失うようなことになってしまいます。では、経済対策として一体何を行わなければならないかといえば、今回は雇用助成金というものを紹介したわけですが、これはあくまでも企業が人を休ませた時にお金を少し助けますよというお話です。中小企業を中心に、そうした企業に対する支援策などももっと拡充する必要があるでしょう。また、企業活動がもしも続いてしまえば、出勤するその姿、例えば都心などにおいては、通勤電車などがまだまだ感染源としてなり得る非常に大きな不安があります。ですから、生活を支えるような産業、それ以外については、一時的に休業をお願いします。その休業をお願いするときには、保証をしますといったそうした仕組みが必要でしょう。そうしなければ通勤する人々が減らないのですから、まだまだ人々の往来があり、それをもとにして感染爆発というものが続いてしまうことになります。ですから人々の往来を止めるためには経済的な活動を止める必要があります。そして経済的な活動を止めるということは、多くの人々が経済的に困るということが発生するわけです。ですからそこに政府はしっかりとお金を出して、いやいや経済的には政府が面倒を見ますので、ぜひとも皆さん安心して家で休んでいてくださいというのを、それこそ保証する必要があります。これこそが感染症対策と経済対策、その2つをしっかりと行わなければならないという意味です。また、今回のような緊急事態という時を考えれば、普段では絶対しないような、そうしたアイデアなども採用する必要があるかもしれません。例えば現在東京都心などにおいてはホテルの稼働率というものが非常に下がっています。なぜならば、今このような時期に観光客というものが多く来ることはないからです。ですからこの空いているホテルを稼働させる手があります。それは都市郊外から出勤している人たちというものがいるわけですが、その人たちにホテルを安く貸し出すといったような方法です。通勤電車に長い時間乗っているというのは非常に大きなリスクがあるわけですから、それに比べれば都心の中にあるホテルを政府が借り上げて、それを安く貸し出すようなことをすれば、人々が通勤電車に乗る人数というものを下げることができます。それは全体から見れば非常に小さなものかもしれませんが、そうした一つ一つの積み重ねにすることによって、事態を少しでも改善するような、そうした普段では行わないようなアイデアといったものも、ぜひとも実践するべきだと私は思っています。新型コロナウイルスに関して緊急事態宣言が出されるであろうという状況になったわけですが、まだまだ感染症対策といったものも不十分のように私には思いますし、経済対策についてもまだまだ後手に回っているという印象が拭えません。皆さんはこのような問題に対してどのような対策を立てるべきだと思われるでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。